残る玉の大きさもだいぶ違いますね。でも一番撥水してないのはかもな。撥水力の差が一目瞭然になってるのがわかるかと思います。うわー、これは興味深いな。はい、どうも黒ガレージです。今回の動画は簡単ワックススプレー、これを比較検証する動画を撮影していこうと思います。今回この検証をしてみたいというふうに思った理由なんですが、以前コメリの新商品発表会にお邪魔させていただいた時に、クルザードの開発担当の方がとても推していた撥水スプレーがこちらでした。この撥水スプレー598円ということで、これまで僕が使っていた DCM ブランドの安価な398円のスプレーより少し高額なものになるということで、安価に簡単に車のボディメンテナンスをすればいいという僕の考えとは少しずれていたんですが、担当者の方がとても推していたので試してみたくなりました。これを試すのであれば他のクルザード商品や僕がこれまで使ってきた簡単ワックススプレーを徹底比較しようじゃないかということで、今回はこちらの黒色ボディのボンネット部分を4分割して撥水対決してみることにしました。このチャンネルはとりあえず何でもやってみるをテーマに自分の人生を DIY していけるようなそんなチャンネルを目指しています。気になる方がいらっしゃいましたらぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。というわけでこの黒色ボディで撥水対決をしていこうと思うんですが、先ほど簡易的なシャンプー洗車をしたんですが、こういった形で黒色のボディ面よく見ると塗装面が荒れているのがわかるかと思います。こういった水垢汚れや場合によっては鉄粉なんかもついているのかもしれません。なので今回はこちらクルザードの開発担当者の方がこの撥水を使われるのであれば下地処理はこのシャンプーでということでお勧めされていたクルザードのワックスコーティング前の下地処理シャンプー、本来のコーティング効果を引き出すシャンプーを施工してからこちらの簡単ワックススプレー4種類を比較検証していきたいというふうに思います。ということで下地処理シャンプーを使ってボディ面の下地処理、ボンネット部分だけねやっていこうと思います。ということで下地処理シャンプーが施工し終わり水気も拭き取れました。この辺り見ていただければわかると思うんですけど、ボディがまだポツポツと鉄粉なのか頑固な水垢汚れなのかわかりませんが、完全には下地が綺麗になっていない状態ではあります。とはいえ本来であれば鉄粉除去をしっかりしてあげて、場合によっては鉄粉取りのスプレーや粘土なんかを使ってねしっかりと鉄粉除去をしてあげた上で一度ボディに軽い磨きを入れてあげると、このねボディ本来のツヤと輝きが取り戻せるかと思うんですが、今回はね簡単ワックススプレーの比較検証なので下地処理シャンプーである程度下地が綺麗になった状態で施工してそれを検証してみようと思います。こちらのね仲間の DA17V ジョインターボマニュアル4駆ちゃんはですね、今後もたびたび動画に出てもらう予定であります。同じねコメリのクルザード商品として出ている傷を埋めて消すワックスだったり撥水系磨く系の動画に関してはこういった黒ボディの方が効果が分かりやすかったりもするんで、そういったね動画で今後もねこのボディを綺麗にしていく企画も考えておりますので、そのあたり楽しみにしていただければと思います。またねこちら今回使ってみた下地処理シャンプーかなり所感は良かったです。その所感ね実際に使ってみて使い心地なんかも含めて皆様にレポートしたい部分もありましたので、車のカーワックスに関しての動画も作ってみようと思いますので、気になる方はですねチャンネル登録をしてその動画の公開を待っていただければと思います。はい、ということで水気を拭き取ったボディにマスキングを貼ってボンネットを4分割にしてみました。今回検証するこういった簡単ワックススプレーというのは濡れたままのボディでも直接吹きかけることによってワックスコーティングができるっていうそういった商品ではあるんですが、今回はボンネットを4分割して検証するということなので、ボディを完全に乾燥させた上でこちらクルザードさんのティッシュのように引き出せるマイクロファイバーボックスクロスですね。これ使い勝手いいんで僕はリピートしてます。それぞれの簡単ワックスにそれぞれ新品のマイクロファイバークロスを使ってボディ施工していってみようと思います。はい、ということでコメリのクルザード開発担当の方が一番に推していたこの簡単ワックススプレー、これをですねこの面に施工していこうと思います。公平を期するために4プッシュでやろうと思います。
はい。ということで、お次はこちら。個人的にこれでいいんじゃないかと思ってずっと使っていた DCM ブランドの簡単ワックススプレー。これをですね、こちらに施工していこうと思います。ということで、お次はこちらです。弾く簡単ワックススプレーということで、これもクルザード商品なんですが、これはですね、先ほどこの面に施工した DCM ブランドの簡単ワックススプレーに一番内容物が近いんじゃないかなって個人的に予想してたりもしますので、DCM の隣の画面一番左端ですね。そこにこのスプレーを施工してみようと思います。はい、ということで最後はこちら、輝く簡単ワックススプレーということで、輝きの部分がね、こちらの商品と比較ができるように画面一番右側、助手席側に施工していこうと思います。はい。ということで、施工した時の感触は大きくは変わらなかったです。強いて言うなら、この商品とこの商品が塗り込んでいる時に薬剤が乾くのが早かったかなというふうに思いました。この2つの商品がどちらかというと、ぬるっとしたような感触で、この2つがさらっとしたような感触を個人的には感じました。あとは、施工した面がどのような状態になっているかということなんですが、カメラではほとんどその差はわからないかと思います。肉眼で見ると商品のところにも輝きっていう風に入ってるだけあって、プラシーボ効果とかプラセボ効果とかそういうのがあるかもしれませんが、この2つの面が一番ボディがツヤ感が出ているような感じがします。半分曇りの太陽が差したり陰ったりっていうような環境下で施工をしているので、効果にばらつきが出るかもしれませんが、とはいえしっかり同一条件に近い形で施工したこちらのボンネット、さあどのように撥水が違うのか、ここが一番だと思いますんで、撥水の違い、これから水をかけて検証していこうと思います。はい、ということで、こんな感じで水をかける準備をしました。個人的には、これまで使っていた DCM ブランドの簡単ワックススプレー。これがね、一番撥水が良ければ、コスパがこれでいいじゃないかっていう話になるかとは思うんですが、こちらのね、簡単ワックススプレー、クルーザーの方にとってはこれが一番撥水してほしいっていうことになるかと思いますが、実際はどうなるか試してみようと思います。ということで、実際に水をかけてみようと思います。雨を想定して、このシャワーでやってみようと思います。さあ、どうなるか。映像で分かりましたでしょうか？ちょっと分かりづらかったかもしれないんで、一個一個アップで撮っていこうと思います。まずはですね、画面一番右側のクルザードの輝く簡単ワックスの方から拙者で水をかけていこうと思います。雨を想定してこんな感じですね。しっかり撥水してるのはわかるかと思いますが、もうすでに隣にかかっちゃってるね。水弾きの違い、水の流れ方の違い、水の流れる速度の違い、この右側2つでわかるかと思います。こんな感じでね、残る玉の大きさもだいぶ違いますね。もしかしたらですね、この子最強なのかもしれないです。続いて左側2つも含めた、僕が今まで使用していた簡単ワックススプレーとコメリ商品のワックススプレーかけていってみようと思います。はい。水の流れ的にはこの左2つ側、でも一番撥水してないのは DCM の簡単撥水スプレーかもな。はい。クルザードの弾く簡単ワックスに関してもそれなりに撥水してるのは分かりますが、はい、その撥水力の差が一目瞭然になってるのが分かるかと思います。直接こう水をバーっとかけた後、その後の水の切れはこんな感じ。はい、お次簡単ワックススプレー。ということで水を流した感じですね。水の撥水の仕方、水の流れ方は左側2つ、右側2つで大きく分けて撥水の水の流れ方の違いがあったのがわかるかと思います。水がより流れていたのはこちら側2つの商品なんですが、水の流れる速度や最後に残る水滴の残り方、これでね、
それぞれの撥水の特性が少しずつ違うのがよくわかるかと思います。わあ、これは興味深いな。水をかけた時に乾いた面がいち早く多く露出しているのはクルザードの弾く簡単ワックスですし、強力に撥水していて粒の一つ一つの高さっていうんですかね、水滴の高さが高いのはプレミアムの簡単ワックススプレーですし、それぞれの撥水の特性が違うのがよくわかりますね。面白いです。こちらの簡単ワックススプレーめちゃめちゃすごいことがよくわかりました。こちらのね DA17 ジョインターボマニュアル4区ちゃんは別の動画でシャンプー洗車してあるので、最後に簡単ワックススプレーを施工してあげようと思います。この4商品使ってみたね所感に関してはこの後、皆様にお伝えしようと思いますので、まずはこのお車きれいにしてあげようと思います。はい。ということで、来客対応やその他後片付けをしていたら、外は真っ暗になってしまいました。ということで、最後の総括なんですが、結論ね、この商品、プレミアムの簡単ワックススプレーが598円、他が398円の商品ということで、ダントツでね、水弾きがよく撥水してるっていうことが確認できました。とはいえ、こちらのね、DCM のとクルザードのこの2つ、優しく撥水しているというか、どっちかっていうと、撥水もしてるけど、疎水に近いような水切れの良さを見せるところも一部ではあったので、場合によってはこの2つ使い分けて、この2つのような商品を使ってみるのもいいんじゃないかなというふうに思いました。ボディのツヤ感っていうことに関してはこの2つ同等のツヤ感をね見せてくれるような結果になりました。ということで、個人的にはですね、安いこの価格帯でフロントガラスにかかってしまっても大丈夫だよみたいなね、この2つの商品使ってればそれでいいよねっていう感覚ではあったんですが、ここまでね撥水力が違うとケースバイケースで使い分けてもいいんじゃないかなっていう風にね改めて思い直すことができました。ということで、今回はですね、簡単撥水スプレー4種類を比較検証してみるということで動画を撮影してみました。このチャンネルはね、とりあえず何でもやってみるということで、自分自身の人生を DIY していけるようなそんなチャンネルを目指しております。この動画が面白いと思った方はぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、今回も最後までご視聴いただいてありがとうございました。